はい、今回はですね、この本から、基本の動きがどういうふうにね、できているかっていうのを実際にイレーネさんに動いていただいて確認してみたいと思います。で、この本には5つの動きが載っているんですけれども、その中からね、いくつか試してみたいと思います。最初にお尻歩きから行ってみたいと思います。お尻歩きってなんて訳してあったんでしょうね。Camina con los glúteos en una silla. Camina con los glúteos やります。Glúteos means お尻歩きのスペイン語はそうだそうです。ではやってみましょう。そう。じゃあ before after チェックをしたいので。before の状態、これをやってみてください。はい、チェックしました。ではやってみましょう。じゃあこのように座ってください。Sit like this. Okay. 膝が痛い方は無理をせずに椅子を使いましょう。はい、じゃあ椅子を。では行きましょう。まず片方のお尻を床から浮かせてください。Una parte.そうそう、うなば、そうそう、うなです。そう、そしたら、not too much, just 浮くだけ。浮くだけです。Un poquito. はい。で、反対も、ここかかとはつける。です。Yes. はい。And then walk. Walk. 歩く、スパニッシュなんていうんですか？歩く。Caminar. Caminar。で、こうゆっくりね歩きます。この時にかかとがねついて歩きます。そう。はい。だいたい10歩ぐらい、10歩スパニッシュ、1、2、3なんとかかんとか10DS 歩きます。10。はい。はい。で、そしたらストップして、スパニッシュペルビスはペルビス。ペルビスを後ろに倒す。そう。はい。起きる。で、今度は前に倒す。そう。はい、OK。はあ。もう一回いきます。で、またお尻で歩きます。そう。It's easy. Simple. 簡単ですのスペイン語は何ですか？ Fácil. Easy. Simple です。はい、じゃあ今度は後ろに倒します。はい、起きて、今度前。はい、このまま座ってみてください。どうですか？リラックスして座れます。This kind of exercise would be very good before singing, as you asked before. そう、歌を歌われるんですけど、やっぱ歌う前にこのエクササイズをするとリラックスして歌えるので、すごいね、いいそうです。Good. So, can we check after check? どうかな？どうかな？ How do you feel? なんかこう、sit straight or Yes. just No. Natural. ナチュラルに座れるようになったっていうビフォーアフターのね違いを感じていただきました。次にお尻を緩めるをやりたいと思います。で、これはボールを使ってやっていきます。で、このボールを当てるポイントがあるんですけど、イレーネさん分かったかどうか聞いてみましょう。分かりました？ポイント、当てる場所。ちょっとずれている。もうちょっと後ろですね。ここ。お腹をクッと出すとここにへこむ位置があるんですけど、なるほど。じゃあ今これをやる前にビフォーチェックをしたいと思います。じゃあやりましょう。今左をやるからこっちの足をこの上に寝てこうします。この足をもうちょっと曲げて、そうでここに手を回してよいしょ。痛いですか？ No. で OK。 そしたら
こういう風に持ってこれますか？痛くないところまで持ってきてください。じゃあそこでストップして、ベフォーチェックは今どこまでいったかチェックできれば OK です。では緩めてみましょう。はい。でさっきの位置なんですけど、ここをグッてやるとここにへこむ位置がここ。Yes, here ここです。ここにボールを置いたまま、このまま座れますかって上に。ここ。そうそう、yes, and then こう。OK、はい。もしボールが難しかったら手でやってもいいですよって。はい、じゃあアフターチェックをしてみましょう。じゃあもう一回寝て、足をこういう風にさっきと一緒。そうで手で持って、はい、自分の方に近づけたら、これ行きやすくなりましたかって。Sí。と違い感じました。Como que circulación。そう、血流ね、良くなります。お尻のここに滞ってたものがね、この股関節の中、さっきお尻歩きもしたし、血流良くなります。バッチリです。OK。では、反対をやりましょう。反対の場所、わかるかな？ここ。そう、そこにまた座る。はい。で、ゴロゴロ。痛いですか？このスタジオに来る生徒さんみんな痛いって言います。はい、OK です。では外してこう座ってみると、お尻の筋肉が硬いとこうなるけど、座りやすくなりましたか？はい座りやすくなります。っていうのは、このお尻の筋肉が硬いと後ろにこうね引っ張られちゃうんですけど、ここが緩むと立ちやすくなります。あと股関節が動かしやすくなるので、血液の巡りが良くなります。大丈夫。よかったです。はい。ではもう一個肩のやってみたいと思います。ではやってみましょう。こういうふうに、そう。はい。で、肩を片方くるんと回します。そう。これ痛くないですか？No、痛くない。じゃあここからこう回して、そう。で、ちょっとお尻を後ろに引きます。そう。はい。はい、もう OK。じゃあこっちを向いてみてください。で、力を張って抜くと、やった方の肩が下がってるの分かりますか？軽い気がする。あとこう手を上げると、やった方が上がりやすくなっているのが分かります。やった方の手の方が後ろにね、来てるのが私から見てね、分かります。Sí, porque está como más liviano。そう、動かしやすくなります。多分やってないとこう、やるとこうみたいな感じですね。はい、じゃあ反対の手もやりましょう。はい。じゃあ肩から手をこうして回して、そうです。で、ここを外に回しながら後ろにお尻を引いてください。簡単ですね。はい、OK です。はい。どうですか？ Because it's very important when you are doing like this, this part down also. Yes、そう、それはすごく重要です。この肩甲骨がこう上がってたのがこう下がる感じがしますって今言ってくださったんですけど、これすごく大切で、前にいると呼吸がしにくい。だけどここがこう下がると呼吸がしやすくなります。これは、健康にも大切だし、歌を歌うシンギングにもすごく大切です。はい、今日は、3つの動きをやってみましたが、次回はですね、イレーネさんのお悩みを聞きながら、本には載ってないエクササイズをしてみたいと思います。
ありがとうございました。でチャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。